皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。はい、エスクです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、みんなが今すぐ使えるお役立ちポーズ集の、座り正面編を撮っていきたいと思います。来た。この間、上半身じゃ、両半身じゃねえや。立ち正面をこれで10ポーズやって、まあ、早速それで書いてくれた人もいるかなと思うんだけども、今回は座り正面編です。座り正面ね。座りのが結構難しいから、足のポーズがめっちゃ難しいわ。より役に立つんじゃないかなと思います。まあ、まだ見てないっていう人はぜひその立ち正面も一緒に合わせてね、なんか自分のイラストに役立ててください。それでは早速やっていきましょう。では、早速一つ目のポーズいきたいと思います。一つ目のポーズがこちらです。要は体育座り、しかも手を前に出さない版。後ろね。横についてる分、描きやすいし、足も前に2つつなげて揃えて描いてるから、比較的初心者の人には描きやすいんじゃないかなと思います。まあこれはやっぱ女の子の方が使いやすいポーズかなと思います。でも女の子はどんな性格のキャラでも比較的使いやすいと思うし、まあ男の子で使う場合は足をぜひ開いてあげると。膝をくっつけないで開いてあげるといいんじゃないかなと思います。じゃあ次のポーズいきます。次のポーズは、さっきの体育座りの今度膝を抱える版。本当だ。これは男女ともにいけるやつだね。男女ともにいけるし、さっきと違うのは首がこう前に出るので、ちょっと肩の中に首が埋まるような。ちょっと猫背みたいなね。そうそう、イメージ。抱える分ちょっと前に出るからっていう感じです。まあでも比較的使い勝手いいし、まあそういうエスク言ったり男女どちらでもこっちのポーズはいけるんじゃないかなと。漫画とか描くときに良さそうだよね。大体体育をしてる人の横の脇で、あいつ頑張ってんな、みたいな感じのキャラがこれをしてます。そうそう、してたりします。まあね、体育座り描くときとかで意外とちょっと気をつけてほしいなと思うのは、初心者の人って手前に描く膝、足を描いた後、ここまで描いた後に、この奥のお尻が描かれてなかったり、意外とね、お尻ってでかいよ、みんな。特に女の子とかのお尻太ももってでかいから、結構こうはみ出で描く方が実際は濃いです。じゃあ次行きます。次はですね、いわゆる女の子座りっていうやつ。膝を、なんか女性がよくやるポージングで、こうベタってしてるやつ。まあこれはちょっとこう手前に出てる足を描くのがちょっと難しいから、この太ももからね、太ももの付け根から足の幅っていうのがあんまりないけど、手を描かなくていいっていうのがね。うまくこう足で隠しちゃえば手がちょっと見えないねっていう。そうっていうちょっと利点が初心者にはあるかなと思います。首をね、傾けるとよりなんか可愛い、なんか女の子のキャラ感出るので、ぜひ自分のキャラに合わせて首の傾きとかつけてください。じゃあ次いきます。次はこちらです。いわゆるあぐら。で、あぐらのところの先に手を置いてるっていう。基本俺こういうポーズじゃないいつも。エス君これなんか俺いつもこんなだよね。いや、私ね、何がいいって、ここの手を描くの難しいけど、正直こんな雲描かなくてもいい。なんかさ、いいじゃん、袖でこうやってごまかせば。こうやってこの足の交差するごちゃごちゃしたところを隠せるよ。なるほど。なんかわかんないけど、こっから足先出しときゃさ、ちょっとあぐらして交差してるから、初心者でもごまかせるポーズ私は持ってるのね。あぐらってすごく難
難しいんだけど、ここさえうまくごまかせば、なんかあとどうにかできそうっていうので、私比較的好きでよく描くポーズです。これでも、シモ先生めっちゃ描くイメージある。そうでしょ。なので、これは、まあ、女の子でもいいし、男の子でもおすすめ。男の子からかな、どっちかとおすすめは。ちょっとだるみたいな感じの時に描けるよね。でも、だるだとね、肩もっと下げるんよ、こうやって。むしろこう、キュッと上げてるのは、ね、これから何するみたいな、ちょっと現役キャラだったり、肩上げてるキャラは、どっちかとワクワクキャラ。なるほど。肩下げてるキャラがだるから、みたいな風にはしてる。という感じです。じゃあ次のポーズいきます。次のポーズはこちらです。はい。さっきの、あぐら応用。要は片足立てちゃおう編。なるほどね。そう。まあ別にここに手を置く必要なくて、これをまた横に下ろしてても問題ない。そうね。でもさっきの体育座りと、言ったようにあぐらが両方かけるようになれば、これはかけるよね。そうなの。それが応用みたいな。応用みたいな。だからさっきのあぐらを応用させて、こんな風になるよっていうイメージです。じゃあ次です。はい。次のポーズはこちらです。はい。これはもはやちょっと座りなのかっていうところではなってくるけども。確かに。膝立ち、うん。でもまあ一応座りの部類かな。これでもめっちゃ、シモ先生書くなって俺思うよ、これ。これも簡単なのよ。要はさ、膝まで書けば、後の奥の部分、ここちょっと難しいけどね、こう横に出しすぎちゃうとちょっと結構無理な体勢になっちゃうから。でもここがはしょれるから、すごく。確かに足の、その足首の部分。そうそうそう、はしょれるから、いいなっていうのとやっぱこう、女の子でこうグッていうポーズで。ちょっと元気みたいな。まあもちろん上半身のポーズは変えてもらっていいんだけど、まあ女子の方がおすすめなポーズです。まあ内股にしてあげて。まあでもこうちょっとさ、やっぱ座ってる時って一番難しいのは足だと思うんだよね。でもそれが膝立ちってだいぶごまかせてて、で、なんかこう、周りに可愛いね、動物を入れたりとか、なんか周りに座ってる人を置いたら、もう一人がちょっと膝立ちだとさ、高さが出たり、イラストに。まあそういうので応用効くから、ぜひちょっと膝立ちも、まあ座り候補の中に入れてみてください。じゃあ次のポーズいきたいと思います。次のポーズはこちらです。これはさっきまでとまたちょっと違って、椅子だったり段差だったりにちょっと座ってるイメージ。さっきは地べたに座ってるイメージだった。だからこう椅子とかこう段差があって、まあそこに座ってるので、こう足がちょっと下に降り、膝から下がちょっと下に落ちてます。で、よく言う足組みポーズ。足組んでんのって難しいんだよ。なんかちょっとよくわかんない。こうあってこうなるみたいな。まあだけど、まあうまくかけると結構どんなキャラにも、男性でも女性でもまあ応用効きます。確かに。まあ男性とかだとかっこよくかけるし、今膝組んでる人ってちょっとかっこよく見えるんだよね。ちょっと首上げてればね。そう。でちょっと煽りこう、下から今気味にイメージしたけど、女の人とかでもやっぱちょっと綺麗なお姉さんとかはさ、こう足組んでたりするイメージだから、まあただ座らせるよりもちょっと上級でいいんじゃないかなと思います。ということでぜひ1個覚えておいてください。じゃあ次いきます。ここからは難しいポーズを3つ紹介したいと思うんですけど、1つ目がこちら。要はちょっとしゃがんで手を前に出してるようなイメージ。これちょっとむずいね。むずすぎて、しゃがみがうまく描けなくて、なんか座ってるよりも見えちゃう体育座りで。まあいいや、でもそう見えたらそう見えたっても OK。体育座りで手を、どっちにしろ手を前に出してるだから。手も描かなきゃいけないじゃん。しかも手がでかい。要はその顔並みに実はこれでかい。ここにあるからわかんないよみんな遠近で。でもね、この手を実際こう手にしとって、並べたらほぼ顔と変わんない大きさをしてるっていうような、だから手前にあるものを大きく描くっていうのをちょっとやってくるポーズです。じゃあ次いきます。
次のポーズはこちら。片足だけ前に出してて、もう片方の足は体育座りっていう。まあこれは体育座りの応用で、さっき言った手を前に出すと違う、足を前に出すパターン。まあそうすれば遠近感が出るし、まあ片足だけ前に出す。で、この足を曲げる。まあ両方やればいいかなと。じゃあ最後いきます。じゃあ最後のポーズこちらです。もう両足を前に投げ出すっていう。もうダンニーみたいな感じだけど。やりたくねみたいなね。そうそう、まあもうとにかく足をとにかくでっかく描く手前の足をね。そうすればね、だいたい遠近法で、まあ前出してるんだろうなっていう風に見えるし、まあこれ大人の人のイメージ与えとったけど、子供とか赤ちゃんとかでもいいよ。可愛いと思う。ちっちゃくても可愛いし、服の手も描かなくて済むっていう。確かに確かに。利点があるからさ。ちょっとこの足の部分の構造がむずいなとは思ったけど、まあでもまあ、この辺はちょっとそんなに明確にしっかりかけてなくてもさ、遠近法頑張ったなっていう感じは出るイラストだと思うので、まあよかったらぜひ最後前足両方投げ出すっていうのもやってみてください。普段正面しか描かなかった人が、急にこれ描いてきたら、俺、こんなバリエーション描けるみたいな。そうそう、頑張ったなみたいな。まあうまく描ける人はこういうの練習しまくってればね、どんどんなんかいろんなポーズ描けるようになって、絵の幅広がると思うので、ぜひいろいろ練習してみてください。チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のしもとしんと。バイバーイ。